ご視聴ありがとうございます。今回は30年前に姿を消したあの私鉄のご紹介です。異例を極めた歴史の裏にある理由と大幅に減る路線の痕跡を懐かしの写真や現地の映像をフル活用して解説します。ここは和歌山県紀勢本線の海南駅です。紀ノ国線の愛称がある区間に含まれるこの駅、大阪からの運賃は1520円、特急黒潮で1時間10分ほどかかります。日中は普通列車2本、特急列車1本でそこそこ本数のある区間です。1998年に高架化され、ホーム2つ、線路4本を有する駅になりました。この駅自体はよくある高架駅ですが、今回ご紹介する路線がこの近くを通っていました。駅の反対側、東口に進みます。こちらにはバス乗り場はなく、一般車用の車寄せがあります。その路線があった場所は、向かって左にあります。木がまばらに生えた空間が、その奥には軽く草に覆われた土地や、土が積まれて盛り上がった土地があります。ただし、ここに鉄道があったことを示すものはほぼありません。廃線から30年が経っていることに加え、廃線から4年余り後の98年に海南駅が高架化され、周りの土地が区画整理されたのも理由です。そんな中でも、痕跡をかろうじて見出せるものがあります。干潟と聞いて、わかる方もいるはずです。ここにあった私鉄こそが、今もなお有名なあの地方私鉄、野上電鉄こと野上電気鉄道です。地元では濁点をつけずに野上と発音され、略して野鉄と呼ばれていました。路線延長は 11.4 キロ、全部で14駅がありました。ただしこの地図には、駅名の丸が15個あります。これには、路線の成り立ちが関係しています。野鉄が開業したのは、1916年、大正5年2月。まず、起点の干潟から途中の野上までが開業しました。起点の干潟という名称は、1889年、明治22年4月の町村制の施行で発足した干潟村が由来です。今の紀勢本線はまだなく、紀勢本線の駅ができたのは1924年2月のことです。野鉄の駅とは場所が少しだけ離れており、駅名も干潟町と異なっていました。1928年、昭和3年3月には、野鉄の野上駅から大石口駅までが開業し、路線が全通しています。今の海南市が発足したのは、1934年、昭和9年5月。これを受け、干潟町駅は36年に海南駅に改称されたものの、野鉄の駅はそのままでした。1949年、微妙に離れた国鉄の駅との利便性を確保するため、干潟駅からほど近い場所に乗り換え専用のホームができました。この距離なら歩けば良さそうですが、当時の海南駅の東側には畑が広がっており、出口は西側だけだったようです。干潟駅経由の乗り換えには北側をぐるっと回る必要があり、意外と時間がかかります。また、干潟駅のホームは国鉄の反対側にあり、国鉄側には引き上げ線もありました。乗客が歩く距離を短くし、かつ引き上げ線をまたがないようにするため、別のホームを作ったというわけです。当時の廃線図がこちら。ここは連絡口駅という名称でしたが、干潟駅の構内の扱いで、干潟と連絡口の間のみの利用はできませんでした。乗り換え客がいない場合は通過することもあったほか、国鉄海南駅だけを利用する人の通行も認められていた時代があったといいます。ここからは駅の外と行き来できないはずですが、線路を渡っていたのでしょうか。こうした取り扱いから、当時のおおらかな時代が感じられます。戦時中や戦後間もなくはバスの運行が安定せず、乗客は鉄道を利用するしかなかったため、野鉄の業績はうなぎ登り。1946年度の利用者数は、年間で324万8000人を記録しました。51年に国鉄との貨物輸送が始まり、60年代初頭は沿線の人口増加によって好調な経営が続きましたが、60年代後半に自動車が普及すると業績は悪化。1967年度に赤字に転落し、これ以降、黒字に戻ることはありませんでした。1971年には全線の廃線を決め、バス転換することになりました。
73年4月には、沖野々から登山口までの廃止を運輸省に申請するなど、廃線に向けた準備は進んでいました。ところが野鉄が廃線になったのは、それから20年以上後の1994年。その間、一体何があったのでしょうか。野鉄が廃線を決めた直後、日本をオイルショックが襲います。国内では、資材価格の高騰などによって新線の建設が遅れたり、小刻みな開業を余儀なくされたりする区間が出るなど、鉄道にも大きな影響が出ました。一方ガソリン価格も高騰し、自動車を利用していた人が鉄道にシフトしたため、既存の路線には追い風になることもありました。野鉄もその一つで、利用者数が一時的に増えたことで、沿線自治体は廃線に反対するようになります。野鉄は75年に廃止申請を撤回し、国や海南市などの補助金を受けて延命することになりました。この補助金は、地方鉄道機動整備法という法律に基づくもので、半分が国、残りを沿線自治体が負担するものでした。そしてこの補助金が、今後の野鉄の運命を左右します。廃止申請の取り下げと前後するダイヤ改正では、日中30分間隔に増発されるなどしています。ところがオイルショックの影響がやむと、その後もモータリゼーションの進展は止まることなく、野鉄の業績は悪化の一途をたどります。第一次オイルショックによって、75年度の利用者数は201万人にまで持ち直したものの、1979年度には150万人を、84年度には100万人を割り込むなど、急速に減っていきます。それでも補助金は続いていたため、野上電鉄の経営が致命的な打撃を受けることはありませんでした。第一次オイルショックの後、他社の中古車を導入するなどしたものの、戦前製の車両が大量に残っており、設備の改修も相当遅れていました。83年には、紀伊上駅が日中無人化され、運行本数が1時間あたり2本から1本程度に削減されました。補助金が頼りの運営だったため、一定の設備投資が必要なワンマン化などの施策は行われず、合理化イコール利便性低下という状態でした。ただし1990年には、老朽化した車両を一掃するため、大阪の水間鉄道から車両を譲り受けることになりました。この501型はもともと南海から譲り受けた車両で、中古車を再度譲り受けるというものです。この車両も戦前製で、戦前製を戦前製で置き換えるという、全然状況が好転しない方策でしたが、この方策さえも頓挫します。途中にある岸側にかかる橋梁の耐荷重が足りず、橋梁が倒壊する恐れがあったからです。補助金頼みの野鉄には橋梁を改修する資金はなく、一方でこれが発覚したのは車両を譲り受けた後だったため、使い道のない車両は放置されることになります。こうした脆弱な施設がそのままになったことが、他社の中古車の導入を妨げ、戦前製の車両が幅を利かせる要因になりました。その後、補助金を当てにした新型車両の発注計画を立てたものの、企業努力が足りないとして沿線自治体が反対し、あえなく却下。新車の導入を前提に発注していた設備が放置されるなど、計画性のなさが原因で余計な支出もありました。20年近く生きながらえた野鉄ですが、1992年、その命運が尽きる出来事が起こります。先ほど触れた国の欠損補助金制度が見直されることになったのです。この背景が国鉄時代に赤字ローカル線を廃線にした際の補助制度との兼ね合いです。国鉄の路線をバス転換したり、第三セクターなどに転換する場合、損失補助は転換から5年間が限度。ところが地方鉄道への補助金は基本的に無期限な上、条件もそれほど厳しくないという違いがありました。国鉄の路線を転換した第三セクターの補助金が打ち切られるタイミングでもあったため、制度同士の相違が問題になったのです。当時の地方鉄道の欠損補助金の対象は全部で10社。これらの会社への補助金は将来的に打ち切られることになりました。中でも栗原電鉄と野鉄は輸送実績があまりに悪かったこと、並行道路もきっちり整備されていることなどから93年度までで補助金の打ち切りが決定。それを受け、栗原電鉄は93年に第三セクターに移管され、95年には老朽化した電化設備の更新費用が賄えないことを理由に、電車の運転が終了。電車が走らないのに電鉄を名乗るわけにはいかず、社名を栗原田園鉄道に改めました。その後も乗客の減少が続き、
赤字の大半を補填していた宮城県が2003年に支援の打ち切りを表明。それ以降も業績が回復しなかったため、2007年に廃線になっています。他の各社へも経営改善計画の提出が求められ、その進捗状況を見つつ、補助金は97年度までに順次打ち切られています。一方の鉄は、補助金の打ち切りが決まると、即座に会社を解散することを決めました。92年の時点で借入金が11億、累積損失が7億円あり、合理化の原資すら出せないの鉄では、自力での再建などできなかったからです。紆余曲折の末に、93年10月に、翌年3月の廃線とバス転換が決定。1994年3月31日の運行をもって、の鉄は廃線になりました。廃線までの間、現場の風土はかなり荒廃していたらしく、写真を撮ろうとカメラを取り出したら怒鳴り散らされたなどの話が大量にあります。一方、最終日にはお別れの幕が車両に張り出され、駅は沿線の住民などで賑わったといいます。の鉄の代替となるバスは、和歌山県内で物流業などを営んでいた、大従が運営することになりました。の鉄の廃線から今年で30年、その廃線跡をたどります。まず、紀勢本線の海南駅の東側で、線路は直角に向きを変え、東に伸びていました。カーブを出てしばらく進んだところまでは区画整理が行われ、痕跡はありません。ただしそこから先、ほどなくして歩行者用道路になります。ここは自転車も通れるサイクリングロードで、健康ロードの名前があります。この道は、ここから2キロほど、国道ないし県道から少しだけ離れたところに続いています。500メートル余り進んだところには、このような絵があります。2004年5月。左下には、連絡口を除く4駅の駅名があります。そう、この場所こそが、連絡口駅の隣、春日前駅の跡地に作られた休憩場所、春日前広場です。桜の木の周りには、駅のホームに似せた土台があります。これはさすがに当時のものではなさそうです。すでに桜の花は散ってしまいましたが、咲いていればかなり絵になる光景です。日方駅からは 1.2 キロの場所にあったこの駅、紀勢本線の海南駅は日方駅より南にあるため、海南駅からは1キロほどです。古い駅名標を意識した看板が味わい深いですね。この道は一時的に大通りの真横に来て、その後すぐ離れます。春日前駅から 0.8 キロ、先ほどと似たようなイラストが登場です。こちらは先ほどのよりも少し後に描かれたものです。そして駅の待合室にも看板がある通り、ここは幡川駅の跡地に作られた広場、幡川広場です。裏側の案内図には色が塗られ、春日前広場よりちょっぴり豪華です。沿道の建物が少しまばらになります。このまま本格的な田園地帯に突撃かと思いきや、そうではありません。国道を斜めに横切るところで、健康ロードは終了。反対側に続く道はありません。ここから700メートル余り、周辺の区画が作り変えられており、廃線跡は姿を消してしまいます。畑と真新しい住宅が入り混じり、面影はありません。幹線道路が近く、車があればそれなりに便利な場所なので、廃線跡もろとも住宅などになっています。この先で、廃線跡は再び復活します。左に流れるのが日方川。線路は右に回り込んでおり、200メートル余り先で川を斜めに渡ります。この橋を渡ったところには、こんなものが。斜めに跡のついたこの杭は、勾配標の一部でしょうか。そこからほどなく、道が膨らみます。幡川広場から 1.7 キロ、彦根駅の跡地に作られた、彦根広場に到着です。この幅と形状からわかる通り、ここはかつて列車の行き違いができたほか、留置線もありました。中盤で出てきたこの写真は、廃止前の彦根駅で撮影されたものです。これは上り寄りから写したもので、背後にある学校の建物は、今も変わらないようです。今では健康ロードは途中で途切れていますが、できた時は全長 6.1 キロあり、幡川広場と彦根広場は直結していました。健康ロードはおおむね地味に上り坂になっており、結構体力がいります。この橋の下には古い橋台が残っています。
野鉄時代のものかと思いましたが、それにしては綺麗なので、全く無関係かもしれないです。この川を渡ると、左右の土地が高くなり、健康ロードも下り坂になります。途中で道路と交差。車が止まっているのが、片側2車線の境バイパスです。その境の名がついた駅が、次の紀伊境駅です。ここには簡易的な日よけもあり、ベンチでゆっくりできます。木造の駅舎がありましたが、廃線になった時は無人化されていました。そこから先、健康ロードを分断するように他の道路と交差します。紀伊境駅から 1.2 キロほどで、健康ロードは国道の隣に並びます。紀伊境駅から次の沖野の駅までは 1.5 キロ。跡地の近くには第10オレンジバスのバス停があり、駅名はバス停に受け継がれています。日方駅からは 5.0 キロの場所にあり、全長 11.4 キロの路線のおおむね半分の場所です。オイルショックの前、最初に廃線の対象とされたのが、ここから下り寄りの区間でした。だいたいバスはおおむね1時間に1本、朝夕は1時間に2本あり、一定の需要があるようです。そしてここで、健康ロードはおしまいです。かつての線路の名残なのか、道路の北側にだけ幅の広い歩道があるものの、一見しただけではそれとはわからないです。中古車両の導入を阻む原因となった岸側を渡っていた橋梁もすでに取り壊され、痕跡はないようです。橋の向こうで左に曲がっていた街道は道幅が狭く、カーブも多くて不便だったため、新しくバイパス道路が整備されました。歩道は道路の両側にあり、廃線跡はいよいよわからなくなります。駅の痕跡を忍ぶことができるのは、バス停の看板のみ。時代の流れは残酷です。かつて列車の行き違いができた紀伊の上駅も、すでにバス停になっています。この辺りのバイパス道路は比較的整備が遅かったため、比較的最近まで痕跡が残っていましたが、すでに手遅れでした。ここから先、野鉄は岸側の北側に沿って走っていました。非常に雰囲気の良い景色でしたが、そこもバイパス道路に飲み込まれ、痕跡は残っていないようです。廃線跡の転用というより、バイパス道路の整備に使われた土地に、廃線跡が含まれていたといった感じです。健康ロードが終わってから 6.4 キロ、終点の登山口駅の後に到着です。ここも走りやすそうな道路があり、線路の跡は残っていません。ところがこの左側に、かつての痕跡が残っています。1メートルほど立ち上がったコンクリート。その先では側面の形状が変わります。垂直に立ち上がったコンクリートと、てっぺんにかぶさるようにつながるコンクリートは、旧登山口駅のホームの一部です。終端には斜めに跡があり、ホームをかさ上げしたものなのがわかります。中盤の写真を改めて見ると、この辺りがまさしくそのままです。この裏側にあるのが、第10オレンジバスの営業所と登山口バス停です。ホームの土台はバスの車庫として有効活用されています。そしてまだ動画の尺があるのにお気づきでしょうか。先ほど通ったバス停からほど近いクスノキが特徴のクスノキ公園には、野鉄のモハ30型31号車が保存されています。もともと1934年に製造された阪神電鉄の車両で、1962年に野鉄に譲渡されています。古めかしい台車やデザインも特徴で、抵抗機もこのサイズ。全長 13.8 メートルという小型の車体です。最大の特徴が、側面の上にある明かり取り用の窓です。64年には32号車も野鉄に入り、連結して運行されることもあったそうです。廃線後、31号車は塗装を塗り直され、この公園で保存されています。32号車は他の車両と共に阪神電鉄に戻され、今では尼崎センタープール前駅の高架下で大事に保存されています。ここから少し離れたところにもう一つの保存車両があります。このモハ20型も阪神の車両で、この27号車は1960年に野鉄に譲渡された車両です。1975年に他の譲渡車両と入れ替えで廃車になる説もあったものの、廃線まで活躍し、今は町内の個人に引き取られています。なお、先に入線していた25号車と26号車は、廃線後にあえなく解体されています。
パンタグラフの真上だけは屋根の鉄骨が部分的に省かれ、パンタグラフがバッチリ上がっているのが見えます。廃線から30年、消えてしまった遺構も多いですが、その歴史の名残はまだまだ残っています。ご視聴ありがとうございました。